それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は私の他に好きな人はいるの？好きなお相手の気になる異性関係について見ていきます。よろしくお願いします。今回はそのあなたとお相手から見たあなた、そしてお相手から見た他の異性とそれぞれの関係性を出していきます。中には厳しい結果になるかもしれません。はい、そちらをあらかじめお伝えした上で占っていきます。よろしくお願いします。まずはこちらのタロットカードからお相手ご自身の身の回りの状況、環境っていうところを見ていきます。お相手のコンディションですね。今どういう状態なのかなっていうところをカード4枚使って今回見ていきます。はい、では見ていきます。はい、このカード4枚で見ていきましょう。そうですね。ペンタクル9、戦車のカード、ソードの7番、そしてカップの6番が入っていますね。自分の努力が報われて、そして今意欲満々と物事に取り組んでいこう、目標に向かって進んでいこうとしているところ、できるんだったら周りとの衝突は避けたい。そうですね、頼れる人がいると思いますので、その方々とチーム力を発揮しながら達成したいことがあるとか、あとは恋愛においても前向きに取り組んでいきたい、会いたい人がいるとか、それは現在も近しい方かもしれないし、あとそうですね、自分のその過去の思い出に胸を馳せているっていうところもあるので、後からカードを出してみて合わせて見ていくんですけど、この方の今現在の状況っていうのは、ライバルはいるんだけれども、お仕事とか恋愛においてもライバルの存在は気になるけど、でも自分のことを応援してくれる人もいるし、自分も前向きに物事を進めていきたいと思っているっていうことですね。あとは心を開けない人がいるっていうところはあるかな。過去の話も出したので、じゃあこの人は過去にとらわれているのかって言ったらそうではないですね。あの時は良かったなとか、ああいう思い出を大切にしたいとか、過去を大事に思う気持ちはある。少しロマンチックな一面も見えますね。コミュニケーションに関しては少し、億劫というか、積極的になかなかなれないっていうような一面もあるように感じます。好きになったらお相手に甘えたいようなタイプなのではないかなと見ますね。あとは真面目で現実的な方っていうのもあります。マイペースな方かもしれません。テンポがつかめないところもあるかもしれないなと思いました。安定したマイペースさというよりは、自分のペースっていうのは持ってるんですけど、急ぐときは急ぐし、止まるときは止まるしという形で、流れのスピードに緩急のある方かもしれません。まずはこの人の今の現状、コンディションっていうところを見たので、あとはあなたに対する思いっていうのを合わせて見ていきます。それではお相手のあなたに対するお気持ち、そしてあなたのお気持ちっていうところで2人のバランスを見ていきます。はい、こちらの OK タロットからもらっていきます。はい、では見ていきます。こちらで見ていきました。そうですね、アドバイスも踏まえてここ4枚出しています。今あなたがお相手に対して今どう関わっていけばよりベストなのかなって言ったら、
本心を見せていくことっていうのがあります。そこまで強く意識しなくてもいいと思うんですね。お相手はここフールのカードがお相手を表すところに出ているので、あなたに対して、寛大な気持ちで受け止めてくれたりとか、真逆の性格っていうのが入ってくるんですね。あなたとお相手が。なので時々そのお相手のペースに振り回されて、何なのもうって思う時もあれば、逆に羨ましいなって思うような時もある。この人の行動力を見習いたいなとか、この元気をもらうなとか、そういうところも感じていて、違うからこそ惹かれるとか、そういうところもあります。つかみどころのないような方っていうのが、あなたから見たお相手で、お相手から見たあなたもそのように映っていると思うし、だからこそ分かり合える何かがあるとか、刺激し合えるものがあるっていうふうにお互い感じている。お相手の方があなたを精神的に頼りにしているところがある。だからこそお相手に甘えたいのに甘えられない時もあるっていうようなね、そんなパートナーシップを結んでいる方もいるかもしれない。まだ片思いだよとか浅い関係だっていう方は、これから仲を育んでいくことっていうのが課題になってきます。より仲良くなっていくと、2人の距離が縮まっていくのではないかなと見ていますね。では続いてこちらです。こちらのタロットからお相手と他の異性の関係性を見ていきます。お相手、他の異性であなた以外に気になる人いるの？恋愛として、恋愛対象として見ている、気になっている人はいるのかっていうところで見ていきます。あなた以外の異性とお相手。はい、こちらで出していきます。そうですね。あなたと今お相手がパートナーシップ、恋人関係とかであれば、今その仲良くやってるっていう方だとしたら、その仲、お相手とあなたの仲をそのまま継続させて、今楽しいなっていう風に感じている方は、その調子で育んでいってくださいっていうような流れです。で、他の異性に対してどうかなっていうところなんですが、ちょっと気になるのがこのカップの2番ですね。信頼関係とかパートナーシップを表しています。お相手に今現在パートナーがいるっていうのがもう確定的に分かっている方っていうのは、そのお相手とやっぱり他に好きな人いるのっていうところで、そのパートナーのことを表している可能性があります。もうすでに恋人がいる人を今好きなんですっていう方限定です。分からない、お相手にパートナーがいるって確定していない方は、そこは今可能性としてないので、そこは今この人に好きな人いるんだとかパートナーいるんだっていう風に決めつけないように気をつけてください。確実にこの人、例えば結婚しているとか恋人がいるってもう紹介されて分かっているっていう人だけ限定しているんじゃないかなっていうのはあります。全然分からないって人は、この人のまず表すところにハーミットなのでどうかなっていう感じです。向こうはお相手のことを好きだって思っている可能性があります。もともとパートナーシップを結んでいない、もう確定していない方だったら、この他の異性の片思いである可能性が高い。で、お相手は今自分の世界にこもっている状態だから気がついていない、他の人の行為を受け取っていないとか、見て見ぬふりをしているっていう可能性があるかなと思います。このまま確実に着実に関係性を育んでいって、お相手がこの他の異性の好きだっていう思いに気がつけば、またはこの人が行動してお相手がお誘いに乗ることがあれば、このお相手の心をね動かすことがあれば、この後この他の異性とお相手はカップルになる可能性は高いとは出ています。問題はこのお相手の心が他の異性に揺れるかどうかっていうのが問題、動くかどうかっていうのがポイントです。どうかなっていうところです。うまく関係性を育んでいけば、この他の異性にもチャンスはあります。ということで、お相手が他の異性
ね、いいなって思ってるわけじゃなくて、逆に迫られている感じだけど、この人は自分の中に入っているので気がついていないか、またはそこまで興味を示していないっていうところですね。じゃあ、あなたとこの他の異性とこのお相手はどっちと仲良くなっていく可能性が高いのかなっていうところを見ていきます。どうすればこのお相手が自分のことを振り向いてくれて、他の異性とこのお相手がね、言ってしまえばくっつかなくなるのかっていうところですね。っていうところを見ていきましょう。この他の異性でお相手のこといいなと思っている人がいるっていうのは確実に出てきていて、多分この人は動いていくと思います。アプローチしてくると思うんですね。その時にこのお相手がどうするかなっていうところで、お相手がじゃあこの他の異性に対してどんな決断を出すのかっていうところで1枚もらっていきましょう。そうですね、あなたに対しても嫌な思いをしていないし、このお相手のことを他にも好きだって言ってる人に対しても気がつけば仲を育んでいこうかなっていう気持ちもあるかもしれない。この他の異性に対してはどうしていくのか、ディスクの2番、切り替わっていくこと、うまく対応していくかなっていうところで、半々、可能性としては半々、半分半分だなっていう感じです。付き合う可能性もあるかもしれないし、ないかもしれない。今ちょっとどっちつかずかなっていう感じで、表面的には仲良くやっていくのかなっていう感じはします。で、あなたとお相手、もし浅い関係とかでまだデートしたことないっていう方はデートを重ねましょう。お相手と楽しい時間を過ごせるかどうかが重要なポイントになってくるでしょう。そしてそうですね、このまま楽しい時間を過ごすっていうのを克服してアタックしたんだ、アプローチしたんだ、仲良くなったんだっていう方だとしたら、ここ確実に仲は進展していくので、そして運命の輪が入っていますね。この先大きな分かれ道になるかもしれない。今お相手とあなたがお付き合いしていない片思いの状態だという方は、これからお相手があなたとお付き合いするかどうかっていうのが分かれていく可能性があります。大きな転換期を迎えると思いますね。どういう関係性になるのか、これからより良い未来を手繰り寄せていくために、より良いアドバイス、ポイント、メッセージというのをもらっていきます。ちょっと気になりますよね。他にもお相手のことを狙っている人がいる。で、今現在はこの人、他の異性に対して目を向けていない状態なので、今はまだ大丈夫なんだけど、この先のこのライバルの動き次第ではちょっとね、雲行きが怪しくなるかもしれないということね。で、もともとパートナーシップ結んでいるっていうお相手だとしたら、このパートナーとの関係性をちょっと今見つめ直している最中かなっていうところです。ではエンジェルアンサーで総合的にアンサーをもらっていきます。今あなたの考えていることに対して1枚アンサーをください。はい、1枚もらっていきましょう。成功のカードです。はい、ご自身で成功をつかむことを、信じていきましょう。成功するというふうに出てきています。そうですね、約束とかを交わし合うのもいいでしょう。今あなたが考えていることを吹き飛んでいくように前向きにポジティブに、求めていきましょう。そしてその他にもシャドウキャットのカードやオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。他の異性のこと気になりますね。ただまだお相手が気がついていないとか、その気がないっていうのがまだ救いかなっていうところです。そばにいるよっていうカード。どんなことがあっても諦めずにお相手の気持ち、そばにいて寄り添っていく姿勢を貫いていきましょう。私には魅力がないとか、ライバルに負けるかもしれないとか、他と比較する必要はありません。お相手の横に並ぶのは自分じゃないなどと自信がないことを思わないでください。
自分とお相手は成功していくんだ、この2人のロマンスは成功するっていう風に捉えていきましょう。はい、こちらのジプシーカードからももらっていきましょう。今この結果を聞いて、このお相手に他にも狙っている人がいて、もしかしたら未来半々って言われてがっかりしたっていう風に思わないでくださいね。がっかりするっていう気持ちはいずれあなたの全体的なオーラとなって現れてきます。そうではなくて、今まだ確定していないことなので、確定していない方については確定していないので決めつけることなく、そしてがっかりする気持ち持つことなく、明るい方を見てください。そしてお相手との仲を安定して仲良くしていくこと、仲を育んでいくこと、お相手を頼るっていうこともいいと思います。はい、この2枚のカードからももらっていきましょう。あなた自身の心と体のつながりっていうのを今一度バランスですね、大切にしてください。心身のバランス、心と体は一つになっていますか？体は元気でも心は疲れていないか、心が元気でも逆に体は疲れていないのか、自分自身を尊重し、自分の気持ちを尊重して自分自身に優しく愛を注いでください。自分の時間を持ちましょう。そしてお相手との絆を大事に感じてください。そばにいるよっていうカードも入っています。お相手と自分が違うとか、あと周りの人、ライバルと自分は違うとか、違いについて悩んだりがっかりする必要はありません。あなたにはやがて新しい明日がやってきて、光が降り注がれていきます。その光というのはこの成功の光です。それを信じて、そしてずっとそばにいるっていう気持ちを忘れずにいてください。はい、ライバルより自分の方が仲良くなっていくんだっていう強い気持ちを持つこと、そしてお相手の今のコンディションっていうのも悪くないので、どこかね、他人を寄せつけない何かオーラを放っているところはあるんですが、あなたはその対象には入っていないので、お相手と仲良くなっていくこと、さらに仲を深めること、デートを重ねることっていうのもやってみてください。ではここに背中を押してくれる一言メッセージもらっていきましょう。天使モチーフのものだったり、あと太陽の光ですね。特に朝日がいいと思いますが、それを太陽の光を浴びることもおすすめ。太陽モチーフや天使モチーフもおすすめですし、お相手とお揃いのものを身につけるとか、お相手のおすすめされたものを見てみる、食べてみるなどしてみてもいいと思います。では背中を押してくれるメッセージです。私は自分の喜びに従う。あなた自身の心、喜ぶことに従いましょう。そして自分自身を育んでいく。まず、あなたが好きなものを好きなだけ食べると決めましょう。自分にとって何が一番いいのかということは自分が一番よく知っています。まず食べるっていうワードが入ってくるので、好きな食べ物、自分のことを癒してくれる食べ物をまず今日はっていうふうに、今日一日はっていうふうに決めて食べましょう。そしてもう一つ、その日一日がどういうものになるかということはあなたの考えに影響されていきます。今日はこうなるだろうという自分の考えよりもずっと今日という日を楽しいものにすることができる3つの方法を考えましょう。こんな日になるんだっていうように決めつけずに、こんな風になったら楽しいだろうなっていうことを3つ今心に留めたりとかメモしたりしてみましょう。成功っていうカードが入っていますからね、自分の成功を信じてください。がっかりする気持ちはここでさよならしていきましょうね。その周りの異性のことで気になることはあるんですが、まだ未来は決まっていないので、これからどうにでもあなたの力で変えていくことができます。だからこそ心身のバランスを整えること、そして希望ある明日に期待すること、期待するだけではなくて自信を持って進んでいくことをやってみてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。ソーダライト、真実を語るというメッセージ。こちら今回はガイドブックからメッセージをもらっていきます。こちらのカードですね。
なたは伝えたいメッセージがあり、力強い声があります。それを口に出しましょう。心を込めてあなたの言葉を伝えましょう。あなたの言葉には真実があります。言わないで済ます方がずっと楽かもしれません。でも言いづらいことや気まずいことを表現して、あなたの望みを伝えることも大事なのです。あなたの思いや気持ちを他人に話しましょう。そうすることで彼らもあなたの真実を理解し、尊重することができます。自信を持って明確なコミュニケーションをしましょう。そうすればあなたの心は人の心に響くのです。自分のために声を上げる必要があるのはどんな時なのか。あなたが自分や他人に正直になっていないことがあるのかどうか。そして自分の真実を話したら自分自身がどう感じるのかというのを自分自身に問いかけてみてください。心を込めてはっきりと伝えていきましょう。周りの人々はあなたの言葉に耳を傾けます。こんなメッセージをお受け取りください。今回は好きなお相手、他に気になる人はいるのということで見ていきました。好きなお相手のコンディション、あなたとの今の関係性、そして他の異性との関係性を今現状で見ていきました。ね、ここ気になるところもあるんですが、成功っていうカードも出ていますし、そばにいるっていうカードも出ているので、ここは自分たちの絆を信じてやってみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、他に好きな人はいるの？ということで、あの人に他に気になる異性はいるのかどうかというのをズバリ出していこうと思います。よろしくお願いします。まずはお相手の今現在のコンディションをカード4枚使って見ていきます。で、今回は他に気になる人はいるのということで、他の異性との関係性を見ていきます。中には厳しい結果になる可能性もありますので、あらかじめお伝えしておきます。まずはこの方の取り巻く環境を見ていきます。はい、フールのカード、ペンタクル3番、カップの4番ですね。そしてソードの6番です。こちらでそのお相手の今の現状や心理っていうところを見ていきます。そうですね、なんか毎日の日々、お仕事だったりとか生活に対して不満があるっていうのが出てきています。新しい環境に身を置きたいな、物事を変えていきたい、変わりたい、自分自身が気持ちも心もそうですね、環境も変わっていきたい、毎日の同じことのルーティン繰り返しになっていて、そこが少し気がかり、足りないわけではないんだけど、気持ち的には何か面白いことや嬉しいことがないかなっていうような状態、また自分で見つけに行こうっていう風な気持ちもあるかもしれないですね。例えば積極的に遊びに出てみようとか、新しいことを始めてみようとか、そういう気持ちもあるかもしれません。どちらかというと今は仕事いっぱい、毎日仕事をしているっていうような、毎日の日々のルーティンっていうのがあって、それを日々繰り返しているっていうのがあるかなと思います。この方自身が今の生活に満足いっていないので、より良いものにしたいっていうのは出てきているので、生活が変わるとか変化させていこうっていう気持ちはあります。いずれ大なり小なり変化が出てくるんじゃないかなとは思いますね。ではこのお相手の今のコンディションを見たので、あなたに対する思いを見ていきます。こちらの OK タロットから見ていきましょう。今この方、あなたに対してどんな気持ちを持っているのか。ご自身の現状については今の状況にあまり満足いっていないので、
良い未来を描いているっていうような現状環境だと思います。あなたとの関係性はどうでしょうか。はい、ワンドの7番、カップのクイーン、タワーのカード、そしてカップの9のカードですね。カップの10のカードですね。そうですね。タワーが入ってるので、例えば喧嘩したりとか嫌なこととかびっくりするようなことあっても、何かがあったとしても結果的に2人の仲は満たされることになるっていうことが出てるので、いや何かあるのかなっていう感じはするんですが、何があっても絶対くじけないよっていうあなたの姿勢と、それを受け止めるあなたの愛情を受け止めて、そしてあなたに対しても優しく接してくれるお相手っていうのがここね、関係値として現れているので、例えば喧嘩してもすぐ仲直りできるとか、より一層仲良くなれる、仲直りして絆が深まるとかっていうことだと思うし、あと喧嘩ではなくて、ここな喧嘩じゃなさそうな気がするんですよね。でもこのことがあったからお互いの気持ちを知ることができたとかだと思うんですね。何かそう外部的なショックっていうか、物事が大きく動くようなこと、崩れるとかではなくて動くようなことがあるんじゃないかなと思うんですね。ちょっと他の異性との関係性も見ていきましょう。でも何があっても自信をなくしたり不安に思ったりしないでください。お相手とあなたはここカップの10で2人で分かち合う喜びとか、共に作り上げる感情、気持ちっていうところ、2人の世界っていうところが出てきているので、あとは他の異性に関わることを見ていきます。そしてそれを見た後にタワーを深掘りするかもしれないです。そうですね。カップの9、ソードの5番、ワンドの10、ワンドの7、と入ってきていて、ライバルと拮抗状態っていうのがありますね。ここライバルを表すところで、お相手のところがワンドの10なのでオーバーワークなんですよね。例えばライバルが果敢にアタックしていたとします。そしたらそのライバルの情熱を受け止めきれないっていうのがお相手の心境。そしてここの2人の今課題となるところに願望成就、カップの9が入っていて、これはちょっと今課題的に達していないんじゃないかっていうことと、あとソードの5番が入っているので、この2人の、行方というかとして見るんだったら、対立、争いっていうところで、あなたのところにもワンドの7番が入ってるので、あなたとこのライバルが結構ね、お互い負けないぞと、我こそはということでこう争っているような気がします。どっちも引かないっていう感じで、お相手はあなたに対して嬉しい気持ち、優しい気持ち、愛情っていうのを受け取っているんですが、このライバルに関してはちょっと重いっていうのが入ってくるんですね。ヘビーなカードですね。重さを表します。負荷がかかってるよっていうところで、そのお二人の中の願いにズレがあるんじゃないかと。この人の理想とするこのライバルの関係値とライバルが望んでいる関係値が課題になっているので、満たされない、お互いがずれている気持ちっていうのを抱えてるんじゃないかな。これだけアタックしてもこの人はなびいてくれないとか、これでもかこれでもかっていうぐらい情熱を注いでいくんだけど、いや逆に熱すぎるよっていうふうに思っていて、熱すぎる気持ちをどうしてこのライバルは組んでくれないのかなっていうふうに思っているような感じで、対立、争い、勝ち負けを表すカードが入っているので、ちょっとそうですね、対人関係の揉め事っていうことで、あなたもここに入ってくる可能性があるかもしれないですね。またはあなたじゃなくて他の人と争ったり、このお相手とライバルが対立しちゃうようなことになるかもしれない。どっちの願望を
叶える叶えないとか、譲る譲らないとか、そういうことで喧嘩しちゃうような可能性もあります。なので総合的に見るんだったら、お相手はあなたの気持ちの方を優先してくれると思うんですね。ただこのタワーがやっぱり気になるなっていうところはありますね。そしてお相手に対してもやっぱりアタックしているライバルはいるっていうことで、いるけど、このお相手的には重いっていう風に思ってるから、あなたとは全く違いますよね。だからここのライバルに関してはあまり意識しなくてもいいと思うんですよ。あとはこのタワーっていうところに目を向けていきたいなと思っています。タワーに対してどういうことがあるのか、2人の間なのか、それとも何か別のことなのか、もう少しカードをもらっていこうと思います。どんなことが障害となっているのか、2枚からもらっていきましょう。どちらも人物を表すことですね。周りの方々との揉め事が入ってくるのかね、人に左右されるっていうところ、そうじゃなかったとしたら、お相手と両思いになるためにということで、初心を忘れるべからず、謙虚な気持ちでお相手に誠実な思いを伝え続けていくこと、そしてあなたが受け取るものもあるだろう。今受け取っているお相手からの優しさとか、あなたが手にしているもの、それをきっちりと胸に抱いて、そして進んでみてくださいと。受け止める気持ち、そして嫉妬しすぎないとか、周りの人、ライバルのことを気にしすぎないっていうのも大切です。誠実にお相手と向き合っていくことが大切なことです。もしくはやはり対人関係のもつれの中にいろんな人がいるっていうのが少し気になるので、周りの人に左右されるっていうのが多少入ってくるかなと思います。これはこのお相手の異性関係じゃなくて、他のところでも入ってくる可能性があります。例えばお相手のご両親だったり、ご家族だったり、あなた自身のご家族の問題だったりとか、周りの人の問題っていうのも多少入ってくるような気もします。ただ先ほどお伝えしたように、ここで何かがあったとしても、それは2人の仲は崩れることはなく、より一層満たされるものになるだろうっていうことはね、忘れないでいてくださいっていう、そんなメッセージも込められています。では、より良いアドバイス、より良いメッセージとしてカードからのメッセージお届けしていきます。まずはエンジェルアンサーからカード1枚アンサーをもらっていきます。あなたが今望んでいることに対してのアンサーをもらっていきましょう。はい、もらっていきます。そうですね、間もなくとか、もう何週間か先にはっていう、この期間に関わるようなことが入ってきましたね。数週間以内に物事は良い方向へ向かっていくだろう。今あなたが望んでいること、それはお相手との恋愛成就かもしれないし、今このタワーを乗り越えた先かもしれません。数週間以内には物事は解決の方向へ向かっていくでしょう。良い方向へ向かっていきます。もう数週間耐えましょう。何かがあっても絶対くじけない気持ちを忘れないでいてください。もらう喜び、ギフトです。お相手から嬉しいギフト、贈り物が届けられるんじゃないかなと思いました。それは愛の言葉だったりとか、デートのお誘い、またはプレゼントだったり、そうですね、誕生日プレゼントとか嬉しい連絡とか、それが数週間以内に訪れます。そのお相手からいただいたものに感謝し喜びましょう。素直に喜びを表現してください。嬉しいことが待ってます。いいですね。そして他にもカードからのアドバイスもらっていきます。はい、カードからはこちらもタワーですね。タワー2枚目です。ジプシーからももらっていきます。
はい、こちらのカード、お部屋を表すカードです。そしてデイリーリチュアルオラクルからももらっていきます。はい、デバインガイダンス、こちらもデバインフェミニン。神聖なっていうワードが続きますね。ご自身の導きとか直感、ひらめき、そして信じる道をそのまま信じ続けてください。おのずとあなたは導かれていくでしょう。ガイド、天からの導きや助けが入ってきますというふうに伝わってきます。ありのままのあなたでいてください。今の自分の魅力に自信を持ちましょう。周りのことが気になるとか、今の状況どうしようって思ってるかもしれない。そしてお相手がお仕事で今忙しいとか、心が満たされないような、乾いているような、そんな気持ちになっているのをあなたは満たしてあげたいとか、何とかしたいと思うかもしれません。でももう数週間以内にそのお相手の、例えばお仕事で忙しいとしたら、それは落ち着いて、その後にあなたとゆっくりと時間を味わうような、そんな嬉しいギフトっていうのが訪れると思います。なので信じる気持ちだけは忘れずに、くじけずにっていうのが大きくメッセージとして入ってくるかなと思います。お相手と構築してきた今までの関係性や絆っていうのを信じてください。あとは背中を押してくれるカードからのメッセージ2枚もらっていきますね。そのギフトのカードが入ってるので、もらう喜びいくつかありますよ、たくさんありますよっていうことで、ぜひそれが数週間以内って出てますから、もうしばらくです。はい、こちらの2枚からメッセージをもらっていきます。はい、では見ていきます。心を開いて、そしてイエス、命に対してイエスと言いましょう。感謝の気持ちを伝えてください。感謝することであなたの心を養いましょう。そう始めるんです。おはよう、とっても快適でいてくれてありがとう、大好きだよ。感謝の気持ちを表現すればするほど、感謝しているものをもっと見つけられるようになる。何に対しても感謝する気持ち、愛する気持ちを持ちましょう。ベッド、自分の身の回りのもの、食べ物、食べるものだったり、お相手や周りの人たちに対しても感謝の気持ち、心を養っていきましょう。そして全く新しい次元の幸せ、癒し、豊かさ、成功、愛を体験するように、人生はあなたを招いている。ガイドが入るだろう。あなたをこれからね、幸運や愛に引き寄せが入ってくるだろうということで、そのことに対して心を開き、イエスと答えましょうという、そんな背中を押してくれるメッセージも入ってきています。あとはこちらのカードですね。このカードはアラゴナイト、感情的な荷物を捨てて解放していきましょうというメッセージで、こちらはガイドブックを使ってメッセージをお届けしていきます。こちらですね、デイリークリスタルインスピレーションよりもらっていこうと思います。はい。そろそろあなたの背負っている荷物を下ろす時がやってきました。あなたの持つ有害な感情を認識し、処理して手放しましょう。感情的な荷物とは、恥、失望、怒り、罪悪感、恨みなどのことであり、人間らしい感情です。このような感情は自分を防御する壁として役立つかもしれませんが、最終的には重荷となるので手放さないといけません。もっと健全で前向きな方向へ転換しましょう。あなただけがネガティブな感情を封じ込める力を持っています。心を軽くして先に進んでいきましょう。無視していたのに次々と湧き出てくるネガティブな感情はあるだろうか。感情的な重荷を下ろしたらどんな気分になるのかイメージしてみましょう。あなたはなぜネガティブな感情を手放そうとしないのでしょうか。あなたの心は軽く自由である。ネガティブな感情が湧いてきたら、それについてじっくり考えてみましょう。その感情はどこから来たのか、
自分を責めずにそっと手放してください。こちらのメッセージをお受け取りください。今回はあなたの好きなお相手に他に気になる異性はいるのかということで、好きなお相手の異性関係について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手に他に好きな人はいるの？というのをテーマに見ていきます。お相手の異性関係です。こちらズバリ結果が出ますので、あらかじめお伝えしておきます。厳しめになる可能性があります。では早速見ていきます。まずはお相手のコンディションっていうところで、今どういう状況なのかなとか、環境的にどうかなっていうお相手の心身のバランスなど見ていきます。はい、出ましたね。少し、波があるかなと思います。逆境の中楽しんでいるというふうに見るとするのであれば、この方切り替え上手で、困難なことがあってもめげずに頑張ろう、前を向いてやっていこう、友達と遊ぶ時間が自分の癒しとか、環境的には苦しいんですよ。この方からしてみたら、今生活が苦しいとか、時間がない、体力がきつい、怪我をしているとか、元気がないとか、心の中では元気がないけど、周り、そうですね、自分の中では友達と遊ぶ時間が心の癒しだとか、これはフレンドシップだから友達関係とか楽しいことを表します。自分自身は楽しくありたいのに環境が厳しいとか、環境は厳しいけど自分は楽しい気持ちを持ち続ける気持ちだけは忘れないんだっていうところなんでしょうか。環境は厳しいっていうのは出ています。何かしらの厳しさを感じますね。金銭的に余裕がないとか、そのようなことも感じます。そしてそうですね、自分の中で抑え込んでいるものや、周りとうまくなじめないっていうことも関わってくるかもしれないです。関係、そうですね、対人関係や自分自身の中のコンプレックスの改善かもしれないです。環境に対してどう適応していくかとか、どう対応するかっていう対応力が求められているかもしれません。そうですね、どのように流れていくか、流れを止めるかとか、そのようなことでしょうか。そしてこれから先も移り変わっていく、移り変わり変化があるので、困難な状況から抜け出すような流れになっていくとは思うんですが、ポイントとなるのは、この人がどこに問題を抱えていて、どうしたいと思っているのかっていうような、今そんな状態です。まず外部環境が厳しいというのがあるので、自分から何かしたいと思っていてもうまくできないような、そんなコンディション、環境っていうところがあります。ではあなたとお相手のことを見ていきます。こちらの OK タロットを使って、こちらも4枚カードを出して見ていきます。はい、出ましたね。ペンタクル9番、スター、ワンドの4番、ペンタクル4番。お二人の関係、そうですね。安定しているし、お相手的にはあなたと一緒にいると癒しだと思ってるし、あなたもお相手と一緒にいるといいな、この時間大事にしたい、お相手のことを大切にしたい、手放したくないっていうのが入ってます。あなたの方がペンタクルページで、
お相手の方がワンドの4番って出てきているので、お相手はあなたと一緒にいるととても癒しだ、癒される、温かい気持ちになる、ぬくもりを分けてもらえる、温かいキャンドルのようなぬくもりだ。そしてあなたはお相手、そうですね、お相手の方が年下さんっていう可能性もあるかなと思いました。ペンタクルページ、とても誠実で真面目な方だな、堅実的な方、安定志向だなっていうふうに思ってるし、しっかり者だっていうイメージもあなたの中でお相手に対して思ってると思います。応援してるよとか、あなたの方から助けられることがあったら助けたいし、サポートしていきたい、そんな気持ちもあると思います。どうにか成功してほしい、今の生活が良くなるように応援しているとか、そうですね、生活状況を知っているっていう方もいるかも。そして中にはやはり遠距離っていう方もいるかもしれません。遠距離恋愛していますとかっていう方もいるかもしれないんですが、この後お二人の未来っていうのは良いものになっていくので、今までの努力は無駄じゃなかったんだとか、実生活での成功っていうのが出てきます。努力したからこそ達成できたものとか、お相手と一緒に乗り越えてきたものを確実に掴み取っていくっていうペンタクル9番、そして希望を表すスターのカードも入っているので、どんなに離れていても、困難なことがあっても、または何か障害があったとしても、2人のこの気持ちを大切にして、そしてお相手にかけていくお気持ちや姿勢っていうのも変えずにいてください。遠くからでも輝くような存在であってください。そんなメッセージのあるカードです。では今度はこちらのタロットから他の異性とお相手との関係性を見ていきます。今お相手環境すごく厳しいので、体調悪いとか何か困ってることがあると思うんですね、環境的に。その時にあなたに対して癒しいと思ってるということは、苦しい現状を頑張ってる中での癒しの存在だと思います。帰りを待ってくれてる人とか、疲れて残業終わりで夜遅く帰宅してただいまってあなたに連絡するとおかえりって言ってくれたりとか、そんなあなたを、待っていてくれるあなたの温かさ、ぬくもりを感じたりとか、そうですね、他の異性との関係性を見ていきましょう。で、ここ太陽出てきているんですが、お相手と他の異性の関係性っていうのはまだ始まっているものもなくて、お相手ソードの3番が出ていて心を痛めているんですよね。周りの異性の方でお相手を振り回すような方がいるかもしれないっていうことで、そこに対しては心痛めているし、じゃあ恋愛関係になっていくんですかって言ったら、多分それは難しいんじゃないかなっていうのが正直なところです。もしこの人ですね、ライバルと言えるような方、他の異性の方がお相手に対して好きな気持ちを、感情を持ったとしても、迷いっていうのがお互いの間に生じやすくて、そこで何か形にしていけるかどうかはまだわからないんです。ここ太陽のカードが出ているので、もしかしたらこの人がこのお相手を好きになる可能性はあるんだけど、今のところどうかな、興味がないよって、このお相手にね対してね、興味がないよっていうような感じもするし、好きになるかどうかって今ちょうどそのスタートラインに立っているような、これから物事を始めようとするような異性の素振りっていうのも感じられるんですけど、お相手が心苦しいよっていう風に出てきてるので、今は他の異性に目がいっていないです。この好きなお相手が多分そんな余裕が今の現状的にないんじゃないかなって思っています。そして迷いのカードも出ているので、それは現実にはならない迷いとか妄想っていうところで、この今他の異性との関係性はそこに入ってくるのかな。まだお相手が胸が苦しいってことで、2人の関係性は現実化していかない。たとえ好きになったとしても、それは妄想で終わったりとか、現実的にどうこうなるようなことでは今はないけど、未来はまだわからない。太陽のカードが出てるので、もしかしたら
ね、この好きなお相手とこのライバルが仲が良くなっていく可能性もなくはないんですよ。なくはないんだけど、どうかなっていうところで、他の3枚特にこの辺りを見てると今のところ可能性は低そうだなと思います。ということで、多分未来見ていくと、あなたとお相手の方の未来の方が確実に何かを育んでいけるってものがあるので、なんだろうな、何か心を痛めるようなことが他の異性との間であったのかもしれないし、でもね、今この好きなお相手は他の異性に興味がないよっていうところだと思います。そうですね。あと1枚だけもらっていきましょう。お相手の心を痛めている原因。心を痛めてる。エンペラーのカードですね。ちょっと不安定とか、あんまり振り回されたくないとか、そういうところがあるのかもしれないですね。あとは例えばこの他の異性に恋人とか配偶者がいるのに迫られたとか、今のところそういう気配はないんですけど、可能性として挙げるのであればそうかもしれないし、自分の気持ちが安定しないから心がちょっと痛いなとか、そうですね、傷つきたくないなとかね、あまり他のことで心配かけたくないなとか、そういうところは出てきています。他の異性に対しても決して嫌いとかつっけんどんな態度を取ろうとか、そういう気持ちはないので、表面上は仲良くしていこうかなとか、親切にしていこうかなっていう気持ちはあると思うんだけど、ソードの3番なので、何かしら他の異性に対しては感じることがあるんじゃないかな、ネガティブに感じることがあるんじゃないかなとは思います。一緒にいても疲れちゃうとか苦しいとかですね。でも未来が、近未来のね流れが太陽になっていくので、うまくいっていなかった関係性だったら、うまい関係性になっていく可能性もある。うまいっていうのは仲が良くなる可能性がある。恋愛関係かどうかはちょっと定かじゃないかな。今のところはっきりしないかなっていうのはあります。そしてエンジェルアンサーカードからもらっていきます。あなたとお相手の未来です。はい、ドントストップのカードです。こちらのカードはやめてはいけませんですね。はい、というカード。ぜひやめないでください。そして、シャドウキャットのカードももらっていきましょう。仲良しのカードです。お相手とあなたです。そしてジプシーカードからももらっていきます。はい、こちらは未来を表すフォーチューンのカードです。未来、希望を持っていってくださいね。それをやめないでください。そしてデイリーリチュアルのオラクルカードから2枚もらっていきます。お相手とより距離を縮めていくためのアドバイスです。はい、ハーモニーですね。調和です。美しい調和を奏でていきましょう。そして豊かさのカードです。豊かさが間もなく手に入るということで、今ある豊かさ、そしてこれからやってくる豊かさを大切に実感味わってください。そして自分自身をいたわってくださいね。あなたの世界はあなたが作り上げていくんです。そして心と体のバランスを保つように心がけていきましょう。健康的な食生活、生活バランスを整えて自分自身の心を調和させていきましょう。今先のことは見えないけど、でもこれから先はあなたは豊かさが待ってるんだっていうことを心に留めておいてください。目に見えないからこそ不安になる。目に見えないからこそ絆が信じられなくなる。そんな時もあるかもしれない。でもどんな状況にあっても、どんな厳しい環境にあっても、2人はこのように寄り添って2人で温め合ってるんだ。温かいこの空間に2人きりでいるんだっていうことを忘れずにいてください。期待して希望を持っていきましょう。今
そのあなたがお相手と距離を縮めていきたい、仲良くなっていきたい、支えたい、サポートしたい、2人で豊かさを手に入れたいと思うことはこれから叶っていくでしょう。豊かさのカードが入っています。お相手とも仲良くやっていけるっていうカードの並びですね。あとはもう1枚タロットカードをもらっていきましょう。こちらからもアドバイスもらっていきます。はい、このカードですね。女帝のカードです。すっごく綺麗なカードですよね、これ。あなたは愛される存在、お相手から愛をもらう存在です。愛されています。だからこの愛をもうすぐ受け取るのかな、感じるのかなとも思いますね。とても綺麗。そして背中を押してくれるアドバイスももらっていきましょう。女帝のカードっていうのは五感に関わることだったり、育んだりすること、今ある豊かさを大切にすることっていうのもメッセージとして入ってきています。ですので、あなたが今手にしているものをより一層豊かなものにしていったりとか、自分の美しさに自信を持つことだったりとか、そして五感に関わることもいいでしょう。好きな音楽を聴いたり、食べ物を食べたりとか、よく眠ったりなどして自分の心に栄養を与えてください。では背中を押してくれるメッセージです。もっと受け取り上手になることにイエスと言いましょう。受け取りたいものを差し出しましょう。受け取るっていうのが両方入ってきています。はい、受け取り上手になることを許してあげてください。あなたは受け取っていいんですよ。そして逆に自分が受け取りたいと思っているものを差し出していきましょう。あなたが受け取ろうとするときに贈り物が現れる。そして受け取りたいものは差し出す必要がある。自分の人生に欠けているものがあるなら自分にこう問いかけよう。私が差し出していないものは何だろうか。はい、受け取るというどっちも共通のワードで入ってきました。何かこれから受け取る豊かさ、将来についてということで豊かな実りが待っているのではないかと思います。そしてあとはお選びいただいたオラクルカード、こちらのカードからメッセージをもらっていきます。ガーネットです。情熱を奮い立たせる、はい、パッションのカードですね。あなたの情熱を起こしましょう。こちらはガイドブックからメッセージをもらっていきます。こちらのデイリークリスタルインスピレーション、こちらのカードよりメッセージをもらっていきましょう。こちらですね。はい、あなたの生活にはもっとスパイスが必要です。あなた本来の激しく情熱的な性質に火をつけましょう。情熱から生まれる熱いエネルギーがあれば、すべてが刺激的に感じられます。日常生活は単調になりがちですが、ですね、熱意を持って人々やプロジェクトにアプローチしてください。そうすることであなたの人間関係、キャリア、課題、プロジェクトなど人生のすべての分野を活性化させることができます。朝何を楽しみにあなたはベッドから起きるのでしょうか。あなたの魂に火をつけるものは何ですか。どうしたら日々の少し退屈な時間をもっと楽しく刺激的にすることができるでしょうか。あなたの内なる炎はすべてに情熱をもたらします。モチベーションの上がることをしたり、気分を高めてくれる曲を聴いたりしてみてくださいというメッセージです。はい、今回はお相手、他に好きな人はいるのということをズバリ切り込んで見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。あの人に他に好きな人は、他に気になる人はいるのというのをズバリ切り込んでいきました。テーマ的に結果がはっきりと出る内容になっているので、中には厳しい結果になった方もいたかもしれません。
あらかじめお伝えしていましたが、今回は厳しめあるかもしれないということでお話ししておりました。いかがだったでしょうか。ということで今回は共通メッセージをいただいていこうと思います。こちらのデイリーリチュアルズオラクルとこちらの Life Loves You カード、こちらからそれぞれ共通メッセージをもらっていこうと思います。はい、他に気になる人がいるんじゃないかっていうのは、そうですね、好きな人がいたら誰しも考えてしまうこと、時々ネガティブな思いになってしまったり、ありもしないことで悩んでしまったりとか、真実を知っていないのにそうなんじゃないかっていうふうに思ってしまうこと、よくあることなので、そんな時にどんなふうに心を保っていくのかっていうのが大きなポイントになってくるかなと思います。そのためにどうしていけばいいのかっていう具体的なメッセージをもらっていきましょう。あなたの心の強さ、心の強さを持っていきましょう。そしてマインドフルネスのカードですね。これはそのまま瞑想を表します。瞑想をして落ち着いた時間を持ちましょう。1日30秒からでも構いません。始めてみましょう。だらんと横になって脱力して目を閉じて、そしてヒーリングミュージックなど、または何も音楽がなくても構いません。ただ目を閉じてゆっくりと深呼吸するだけでもあっという間に30秒過ぎていきます。またマッサージなどねしている最中、一番最後に、瞑想の時間を設けて、マッサージの最後は30秒間目を閉じるなどしてみると、とても気持ちが落ち着きます。クリアな気持ちになります。そして自分自身の勇敢さ、大胆さ、強さ、心の強さっていうのをしっかりと持っていくこと、自分はこの道を行くんだっていうことを強く思ってぶれない気持ちっていうのが大事だよっていうメッセージが入っています。その他にこちらのカードからもメッセージをもらっていきましょう。共通メッセージです。こちらからもらっていきます。ではもらいましょう。喜んで愛を招き入れましょう。自分自身の愛に値する。自己愛は自分の愛に直結する。あなた自身にラブレターを書きましょう。あなたが一番言ってもらう必要のあること、言ってみたいことは何ですか？言ってもらいたいことですね。言ってもらいたいことは何ですか？それを手紙に書いて自分自身に書きましょうと。そして腕を大きく開いてこう言いましょう。私は喜んで愛を招き入れる。愛を呼び込むのを恐れない。これを3回繰り返し言ってみましょう。恐れない、恐れに打ち勝つ力。勇気、大胆さ、強さですね。そしてリラックスして心を落ち着かせていきましょう。こちらを共通メッセージとしてお受け取りください。こちら、他に好きな人はいるの？というテーマでした。きっとこれからも期間を空けて同じようなテーマを占っていくと思いますので、あの人は他に好きな人いるんだろうかって辛口の結果になる可能性は高いんですが、ズバリはっきりと答えを出していくっていう方針でやっていきます。どうぞこれからもよろしくお願いします。たとえ厳しい結果になったとしても、じゃあどうすればそれを回避してより良い結果になっていけるように持っていけるかなっていうところまで見ていきますので、ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。